皆様こんにちは、セリナです。先日ご紹介させていただいたディオールのクリスマスコフレ第3弾で今年のホリデーアイテムのご紹介が終了いたしましたので、今回は2022年クリスマスコフレ買ってよかったお気に入りアイテムをご紹介していきます。今年のホリデーも可愛いアイテムが多くて選ぶのにものすごく悩みましたが、特に買ってよかったなと思ったアイテムを厳選して2パターンのメイクを仕上げていきますので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。こちらのチャンネルでは各ブランドのクリスマスコフレのご紹介の他にも、ギフトにおすすめのテポコスの人気リップのご紹介や、サブチャンネルではご質問やリクエストいただいた内容をアップしております。動画の更新情報についてはインスタグラムやツイッターで告知しておりますので、ぜひこちらもチェックとフォローしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずはご紹介させていただいたコフレを動画のアップ順に振り返っていきます。1つ目はこちら、12月18日発売、10月4日先行発売のルナソルクリスマスコフレ第2弾より、アイカラレーションの EX26 番トワイライトムーンと EX27 番のミスティックオーロラをご紹介しました。続いて10月15日発売、10月4日先行発売のゲラン、オンブルジェゴールデンスターズとジェルクロスのローズゴールド。10月12日発売、アンプリチュードのコンスピキュアスアイ&チークカラーパレットリミテッドコレクション B とコンスピキュアスミニリップス、14番のメタリックペールベージュ、16番メタリックブラウンベージュ、そして18番メタリックバーガンディ。10月28日発売、10月14日先行発売のシャネルデキャトルオンブル937番のオンブル・ドゥ・リュンヌとエクラルネール887のオーローズ、ディオール・ミエールルージュ・アリュール・レクストレの827番。10月14日発売、ジバンシーのプリズム・リーブルホリデーコレクション2022ナンバー12。10月21日発売、ボビー・ブラウンリュクス・アイ&チークパレットのインカンデセントグローとコパーグロー。10月21日発売、クレド・ポーボーテのルージュア・レーベル522のコスミックレッド、ルージュア・レーベルマット523のステラーレッド、プートル・トランスパラントの1番ライト、オンブル・クルール・クアドリ N の322、そしてル・レオスール・デクラの105万シマリングオーブです。10月21日発売、マックのスパークラーアイシャドウアイスゴールドクリンククリンクモントバーストマニパプリミスルボーモアプレゼントプリーズの全5色とブラシウィズフェイトブラシエッセンシャルキット。10月28日発売、ジルスチャートビューティーホリデーコレクションミッドナイトチェリーコレクション。10月28日発売、アディクションアイ&チークコンパクトアディクションストーリーオブライフより101番と102番。11月1日発売、コスメデコルテのメイクアップコレクション2022。11月4日発売、NARS のスターゲイズアイシャドウパレット。11月2日先行発売、11月3日先行発売の MAC エファベセンスエクストラディメンションフェイスコンパクトのディープベルベットテディーズパーティークルボールト。11月4日発売、ルナソルアイカラーレーションスペシャルエディションの EX02 番モダニティ。11月4日発売、RMK からホームメモリーズアイシャドウパレットとカラースティックの EX02 番タッチオブコーラル。10月21日発売、イヴ・サンローランボーテよりクチュールカラークラッチコレクターとルージュピュールクチュールザ・オールド8番のフェアレス・カーネリアン。11月11日発売、トム・フォード・ビューティーより
ソレイユアイカラークオード、01N のアプレスキーと002番のシャレーラスト、そしてリップブラッシュ 01N のネージュ、10月21日発売のセルボークよりバティックアイパレットの EX02 番と、11月2日発売の第2弾ベースメイクキット B、 そして最後が11月18日発売ディオールバックステージアイシャドウパレットより008番のカーキと009番のバーガンディ、アディクトリップグローより028番のミンティーローズ、035番のバーガンディ、以上のクリスマスコフレをご紹介しました。では実際にメイクをしながら今年のクリスマスコフレお気に入りアイテムをご紹介していきます。お気に入りがたくさんあって選びきれなかったので2パターンのメイクをご紹介していきます。まず1つ目はこちら、シャネルのエクラルネイル887のオーローズのカラーです。シャネルの公式サイトではすでに完売しておりますが、百貨店のオンラインサイトではまだ購入可能なところもありました。最初店頭で見た時はサイズが思ったよりも大きくてどう使おうかなと思っていましたが、ハイライトにもフェイスパウダー代わりにも使えるということで、個人的にはフェイスパウダー使いした時の程よいツヤと血色感と温かみのある女性らしい柔らかい雰囲気を出してくれるところがすごく綺麗だなと思ってお気に入りアイテムに選びました。アイテムの詳しいご紹介やハイライト使いと全顔にパウダーとして塗った時の違いなどはこちらの動画でご紹介しておりますので、今回は顔全体にフェイスパウダー使いをしてみたいと思います。ただ一つ、今回のパウダーには付属のブラシやパフがついていないので、顔全体にパウダーとして塗るときはこんな感じの毛が密集しているカブキブラシなどを使って塗るのがおすすめです。まずはこちら側半分に塗っていきます。まず頬の高い位置に置くように置いて、ここからくるくると全体につけていきます。手元で見ると結構パールの艶めきも感じるのですが、意外とこんな感じで顔全体に塗ってもギラギラしすぎなくて、面でツヤっと光るような自然なツヤ感がすごく綺麗です。はい、まずこちら側半分に塗ってみました。ツヤがとても綺麗なのと、公式サイトによるとゴールデンブラウンというカラーだそうですが、実際に肌の上にのせてみるとピンクブラウンのようなカラーなので、ヘルシーになりすぎずにでも程よい温かみと柔らかさを与えてくれるところがすごく綺麗です。このピンクブラウンのカラーで角度によって顔を立体的に見せてくれるので、ハイライトやチークやシェーディングなしでもコントゥアリングした後のような立体感が出ますよね。パールも微細なので肌全体にのせても毛穴落ちもあまり気にならないところもポイントです。クラルネイルを全開に使うときはフェイスパウダーを塗った後の方がいいですかとご質問いただいたのですが、パウダー自体はカラーもしっかりつきますし、サラサラというよりもしっとりとしているようなタイプなので、個人的にはフェイスパウダーを塗った後にさらに全顔にツヤを足す感じで使う方が綺麗にツヤ感が乗るのと、さらに毛穴落ちも気にならなくなるかなと思います。今回は同じシャネルのプードルユニベルセルリーブルを塗ってその上に重ねました。パールやラメ感が抑えめのフェイスパウダーの上にのせた方がよりエクラルネイルの綺麗なカラーや立体感が際立つかなと思います。このパウダーは特に今年のホリデーアイテムの中でもお気に入りのアイテムでした。続いてはこちら、アディクションのアイ&チークコンパクトアディクションストーリーオブライフより102番のディープルーツのカラーです。こちらはまだ公式のオンラインショップでもカートに入りました。今年のホリデーのアイシャドウパレットはブラウンなどのベーシックにも使えるカラーがすごく多かったなという印象でしたが、特にこちらのアディクションの102はベーシックで普段使いもしやすいのにこなれ感とおしゃれ感が出る絶妙カラーというところがお気に入りポイントです。アイシャドウ4色とニュアンサーやハイライトにも使えるタイプのチーク、
そして発色がしっかりとしているチークカラーという構成ですが、特にこのグレイッシュなブラウンと赤みが強すぎないアンバーブラウンがすごく絶妙で、それぞれこんな感じでアディクションらしいトレンドを抑えたカラーです。それぞれのカラーの単色塗りだとも動画でご紹介しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今回はこちらのパレットを使ってメイクパターンをご紹介していきます。その前にもう一つのお気に入りアイテム、ブラシ with フェイトブラシエッセンシャルキットを使ってメイクしていきます。ブラシキットはまだ公式オンラインでもカートに入りました。このブラシキットはまずデザインがすごく可愛いなと思って発売前からすごく楽しみにしていましたが、特にこちらのファンデーションブラシが使いやすくて、毛が密集しているタイプですが、ある程度の毛の長さもあるので、ファンデーションをしっかりカバーしたい時にもナチュラルにつけたい時にも使いやすくて、特に最近アイメイクを作る時に活躍しているのがこの2つで、こちらのダブルエンドブラシの小さい方は下まぶたなどの細かい部分にカラーをぼかす時に使いやすいのと、こちらのスクリューブラシがついているダブルエンドタイプもラインなどを引く時に使いやすいです。マックのブラシセットは見た目だけでも大満足でしたが、実際にもすごく使いやすかったです。こちらのブラシを使ってメイクしていきます。前回はベーシックにも使いやすいような B や B のカラーをメインとしたメイクをご紹介したので、今回は A の大粒ラメと C のオレンジをしっかりと発色させたメイクをご紹介していきます。まず C を指に取ってアイホール全体にのせていきます。ゴールデンイエローというカラーですが、実際にまぶたに塗ってみると少しビターなオレンジという感じで、でも明るすぎなくてすごく大人っぽくて可愛いカラーです。こちらのオレンジをしっかり発色させるとより華やかなメイクに仕上がります。質感としては程よいツヤを感じるようなタイプです。続いて D を指に取って上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。しっかりとシミルとしても発色しますが、カラー同士が綺麗に馴染んでくれるような粉質なので、指で塗るとこんな感じでふわっとしたグラデーションに仕上がって可愛いです。一見普通のブラウンに見えますが、少し赤みを感じるところがとても素敵ですよね。続いて A を指に取って上まぶたの黒目の中心にラメをのせて少し広めの範囲に伸ばしていきます。ラメのきらめきが強いので、しっかり上まぶたに発色させるとホリデーシーズンらしい華やかなメイクも楽しめます。このラメも大人っぽくて可愛いですよね。B を MAC のブラシの細い面に取って下まぶた全体にのせていきます。B のカラーはパールのツヤがすごく綺麗なので、上まぶたにのせても可愛いですが、下まぶたにのせても綺麗です。程よい陰影がつくところもいいですね。最後 D をブラシに取って下まぶたの目の際に細く入れていきます。少しだけ赤みを感じるブラウンなので、下まぶたに入れると血色感が出て可愛いです。はい、アディクションの102番のパレット、オレンジのカラーをメインとして全色使ったメイクが完成しました。前回はベーシックにも使えるメイクをご紹介しましたが、今回はオレンジをしっかりと発色させたので、また印象が違って見えるかなと思います。オレンジのカラーも少しビターな印象で、さらにアンバーブラウンで目尻を締めて、下まぶたは大人っぽいカラーでまとめているので、洗練された大人のオレンジメイクに仕上がったかなと思います。粉質もすごくいいですし、
カラーのバランスも絶妙で、ホリデーコレクションの中でベーシックにも使えて温かみを感じるようなカラーのパレットが欲しいという方におすすめです。チークも塗ってみたいと思います。ベースにシャネルのエクラルネイルを塗っているので、ちょっとチークが分かりにくいかなと思いますが、こんな感じで可愛いですよね。上からトップコートもかけてみます。このニュアンサータイプはハイライトにもチークのトップコートにも使えるのですが、このホリデー限定に入っているニュアンサーはラメの粒がすごく大きくて、こんな感じでチークの上に重ねるとかなり華やかな印象に仕上がります。はい、仕上がりこんな感じです。アイシャドウと同様、チークも肌に溶け込むような質感で、カラーも少しくすんだニュアンスのところが大人っぽくまとめてくれます。続いてはこちらです。MAC のベルベットテディーズパーティークルーボールト。こちらは MAC の公式オンラインショップではすでに完売していて、百貨店のオンラインサイトも私が見た限りでは完売しているところが多かったです。店舗によってはまだ在庫があるかもしれないので、気になった方はぜひお問い合わせしてみてください。こちらも発売前から一番楽しみにしていたコフレで、まずこのケースがものすごく可愛いなと思いましたが、実物もこんな感じで、ちゃんと写真で見た時のようなイメージ通りのもので大満足でした。中を開けるとこんな感じで5種類のリップがセットされていて、カラーはすべて MAC の人気色のベルベットテディというヌーディーカラーですが、5つの質感が楽しめるというところがお気に入りです。こちらも1色ずつを動画でご紹介していますので、今回はこの中からパウダーキスリップスティックのベルベットテディを塗っていきます。はい、まずはこんな感じでクリスマスコフレのお気に入りアイテムを使ったメイクルック1つ目が完成しました。今年のホリデーは目元はベーシックで温かみのあるカラーが多くて、肌も綺麗なツヤに仕上がるアイテムが多かったですが、そこまでギラギララメラメしすぎるものもなく、上品で大人っぽくてベーシックだけど洗練されたメイクというところもポイントだったかなと思います。面でツヤっと光るようなツヤ感と、肌に溶け込むようなアイシャドウの質感も綺麗ですよね。シャネルのパウダーもアディクションのパレットも人気のアイテムですが、どちらもまだ購入できそうなので、気になった方はぜひチェックしてみてください。続いては2パターン目のメイクご紹介していきます。まずはこちら。MAC のエファベセンスエクストラディメンションフェイスコンパクトのディープのカラーです。こちらもまだ公式のオンラインショップでカートに入りました。こちらのフェイスコンパクトは今年のホリデーの中でもすごくお気に入りのアイテムで、ハイライトとチークとシェーディングがセットされていますが、全て目元にも使えるということで、個人的には目元に使うのにすごく可愛いなと思いました。こちらから順にハイライト、チーク、シェーディングのカラーで、チークのカラーも温かみのある明るいオレンジピンクのカラーが目元に使うと可愛くて、こちらのシェーディングのカラーも程よい陰影を目元につけてくれて絶妙です。ハイライト、チーク、シェーディング使いについては動画でご紹介しておりますので、今回はこちらの3色を使ったアイメイクをご紹介していきます。まずシェーディングを指に取ってアイホール全体に塗っていきます。3色ともフェイス用のアイテムなので、パウダーの粉質が軽くてそこまで強く発色しすぎないところが、ベースに塗って目元に陰影をつけておきたい時にぴったりのカラーです。続いてチークを指に取って上まぶたの目を開けた時に見える位置まで塗っていきます。エクストラディメンションのシリーズは強いパールのツヤ感がすごく綺麗なので、目元にのせてもこんな感じで
パールによる艶めきが感じられます。このカラーもすごく可愛いですよね。続いてハイライトを指に取って、このまま豚の黒目の中心にトントンとのせていきます。ハイライトを肌の上にのせると意外と黄みやオレンジ味を感じるようなカラーです。MAC のブラシの細い面にチークを取って下まぶた全体に入れていきます。最後にハイライトを取ってさらに上からハイライトを重ねていきます。はい、MAC のフェイスコンパクトアイシャドウ使いするとこんな感じです。フェイスコンパクトで目元にも使えるタイプって意外とアイシャドウ使いすると発色が物足りなかったりすることもありますが、目元に使ってもちゃんと発色してくれて、このパールによるツヤ感とラメ感がすごく綺麗ですよね。温かみのある柔らかいピンクオレンジがポイントです。このパレット一つでポイントメイクが全て完成するというところも嬉しいですよね。最後のアイテムはこちらです。RMK のカラースティック EX02 番のタッチオブコーラルです。こちらもまだ公式のオンラインショップでカートに入りました。目元やハイライト、チークに使えるマルチタイプのスティックで、みずみずしいつるんとした質感とコーラルのツヤがすごく可愛いです。ホリデーのパレットに多かった温かみのあるカラーとも相性抜群のコーラルカラーで、個人的にはチークとハイライトの中間の少し上目の位置に塗るのが可愛くておすすめです。指に取って目の下の位置にトントンとのせていくと、こんな感じのみずみずしいつるんとしたツヤ感が加わって、意外とペタペタしないタイプなのでこすれやよれにも強いと思います。こんな感じでハイライトとチークの中間の位置に塗るとコーラルの血色感が生きて可愛いです。リップは MAC のリップセットのラブミーリキッドリップカラーを塗っていきます。はい、2パターン目のメイクはこんな感じで完成しました。やはり2パターン目のメイクも温かみのあるカラーがキーになっているかなと思いますが、パールやスティックタイプのつるんとしたツヤ感と少し明るさもあるカラーなので、より女性らしい柔らかい印象に仕上がったかなと思います。はい、ではこんな感じで2022年クリスマスコフレ買ってよかったお気に入りアイテムをご紹介していきました。今年は発売前の写真などで情報を見た時よりも実際に使ってみた方がすごく可愛かったというアイテムが多くて、ベーシックなカラーも多かったので、ホリデーシーズンだけではなく普段使いもできるアイテムが多いところも嬉しいですよね。公式のオンラインブティックや百貨店のオンラインストアなどでもまだ購入できるアイテムがたくさんありましたので、気になった方はぜひチェックしてみてください。また皆様の買ってよかったクリスマスコフレもぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。